今朝、米国の USTR が爆弾を落としたのだ。60カ国に最大 12.5% の追加関税を仕掛ける。日本も含まれているのだ。12.5% もずんだもん。それって私たちの洋服にどう影響するってことよ。私が好きなあのブランドの服も値上がりしちゃうのかしら。最後まで見ると、なぜ米国がいきなり60カ国を同時に狙ったのか、そしてあなたのクローゼットが値上がりする理由がわかるのだ。背景を説明するのだ。米国の USTR、通商代表部は6月3日、強制労働を禁止していない、または効果的に禁止していない60カ国に対して新たな関税を提案したのだ。対象は日本、EU、中国など、ほぼ全ての主要貿易相手国なのだ。強制労働？それがなぜ関税の理由になるのかしら。私には繋がらないんだけど。ここが面白いのだ。トランプ政権は最高裁が春に、リベレーションデー関税を全部潰したのだ。だからセクション301という別の法律に切り替えたのだ。強制労働の禁止はタリフ爆撃の新しい正当な理由になったわけだ。つまり政権は本音では別のことを考えてて、強制労働ってのはその看板ってことね、実は。USTR 代表のグリア氏はこう言ったのだ。米国の労働者が世界で競争させられている不公正な競技場を許さないと。つまり強制労働で作られた安い商品が米国市場に流れ込んで、米国の労働者の給料を下げてるというロジックなのだ。つまり米国は強制労働で作った安い衣料品が俺たちの給料を奪ってるって主張してるわけね。そこで提案されたのが 10% から 12.5% の関税ってことよ。提案の内容はこうなのだ。完全にまたは部分的に強制労働禁止を導入した国は 10%、 していない国は 12.5% なのだ。日本はどちらに分類されるか。答えは日本は部分的なので 10% の見込みなのだ。では日本人の財布にどう影響するのか。日本の繊維、衣料品産業は年間およそ2兆5000億円を輸出しているのだ。米国向けはそのうち4000億円程度。これに 10% の関税が乗ると400億円の追加コストが発生するのだ。400億円？それって結局私たちの洋服代として返ってくるってことよね。具体的にはどのくらい上がっちゃうの？試算してみるのだ。例えば5000円の日本製綿シャツがあるとするのだ。製作りコストが2000円、利益が1000円、その他が2000円だとしたら、この商品の米国輸出版は関税 10% で200円上乗せになるのだ。でも企業は利益も守りたいわけよね。だから全部を消費者に転嫁するんじゃなくて、関税100円足す値上げ150円みたいに分散されるってことね。つまり私たちの衣料品は確実に値上がりするってわけよ。ここで気づくべき点があるのだ。この関税、強制労働を名目にしてるけど、実質的には何か。それは米国の衣料品、繊維産業を復活させたいというトランプの産業政策なのだ。そこで質問なんだけど、強制労働ってそもそも日本の衣料品製造に関係あるのかしら。日本企業ってちゃんと法遵守してるイメージなんだけど。鋭い指摘なのだ。実は日本と欧州は両方とも部分的に禁止という扱いなのだ。理由は海外の子会社やサプライチェーンパートナーが強制労働の疑いを完全には不識できていないからなのだ。つまり日本企業のベトナムやバングラデシュの工場パートナーの問題があるわけだ。あ、つまり直接的な強制労働がなくても監視不十分ってことで容疑者扱いってわけね。これって冤罪じゃない？そこなのだ。米国は7月6日までに書面でコメント、7月7日に公開聴聞会と言ってるのだ。日本企業は今必死でうちはちゃんと監視してますという証拠書類を作成している最中なのだ。成功すれば 10% で済むが、失敗すれば 12.5% に上げられる可能性があるのだ。つまりね、あなたの5000円のシャツが5200円や5400円になるというのは、表面的には強制労働禁止政策に見えるけど、実は米国の産業保護政策なのだ。トランプが最高裁に負けたから別の
法的根拠を探してきた結果なのだ。今日のポイントは、米国が60カ国に関税を仕掛けたってことは、単なる強制労働対策じゃなくて自国産業保護の新しい手段ってことね。そして日本も例外じゃないってわけよ。もう一つ重要な視点があるのだ。EU、中国も同じ目に遭ってるということだ。EU は完全禁止をしていないとして 10%、中国は 12.5% なのだ。つまり、先進国と途上国の中間的地位の日本は十分じゃないのに責任も重いという強撃を受けてるわけだ。最後に、日本企業ができることはなのか。まず、7月7日までに強制労働のない証拠を揃えること。次に、海外パートナーとの契約に労働基準監査条項を強化すること。そして長期的にはアジア圏でのサプライチェーン再編を考えることなのだ。つまり、私たちの洋服が値上がりするってだけじゃなくて、日本企業が本気で供給網を変えていく転機になるってことね。むしろ、強制労働のないってのは強みになり得るってわけよ。明日はこの米国の関税戦略の続編を解説するのだ。実はセクション301はこれだけじゃなくて、新しい米中取引委員会の話題も出てるのだ。トランプが仕掛ける次の一手をチャンネル登録で見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解くずんだもん海外ニュースなのだ。また明日なのだ。